1954年の春、ベル研究所の新発明にマスコミが人だかりを作りました。それはシリコンをベースとする太陽電池で、太陽エネルギーをうまく電流へと変換できました。この発明は新時代の幕開けともてはやされました。現代社会はじきに無限の太陽エネルギーで動くだろうと記者たちが風潮したのです。しかしこの想定には裏があり、初めて市販された太陽電池は1ワットの発電に約300ドルを要し、現在の値段で言えば1世帯分の発電設備が100万ドルを優に超える金額だったのです。ところが今日、多くの国々で太陽光は最も安く生産できるエネルギー形態であり、化石燃料の中でも割安な石炭や天然ガスをもしのぎます。何百万もの住宅が屋上にソーラーパネルを備えており、そのほとんどが設置から7年から12年で元を取ると、その後は儲けを生むようになります。どうしてそれほど手頃になったのでしょうか。太陽光発電の価格変遷に転機が訪れたのは、ドイツ連邦議会の議場で2000年にヘルマン・シアーが再生可能エネルギー法案を提出したことによります。この法律は太陽光と風力によるドイツのエネルギーの将来像を示しました。市民に屋上ソーラーパネルへの個人投資を奨励しようと、発電された再生可能エネルギーを電力会社が家主から買い取る際の価格を保証するというものでした。太陽光電力の買取価格は高額な補助を受けたため、時には市場価格の4倍に達しました。やがて数カ国がドイツの例に倣って同様の政策とインセンティブを導入することで、太陽光発電の後押しをしました。これが世界中でソーラーパネルの空前の需要を生み出しました。メーカーは生産規模の拡大が可能になり、コストを下げる技術革新も進みました。その結果、ソーラーパネルは安くなり、発電効率も向上しました。今では面積46平方メートルの屋上ソーラーパネルがあれば、家庭での使用は十分で、数百万ドルもした価格も過去のものになりました。2022年の米国での屋上太陽光発電装置の平均的なコストは、およそ1万7000ドルから2万3000ドルでした。2010年から2020年の間だけでも 60% 以上値を下げています。太陽光発電にするとどのくらいのお金が浮くのでしょうか。米国で太陽光発電付きの家に住む人は年間約1500ドルの光熱費を節約できます。太陽期間にわたる賞味の節約額は1万ドルから3万ドルの計算です。月々の節約額には幅があり、パネルが受ける直射日光の量をはじめ、気象条件や居住地域の電気料金に左右されます。とはいえ万人向けではありません。賃貸住宅住まいなら太陽光発電の導入は困難でしょうし、多くの国で成人の 25% が持ち家を所有していません。家があっても太陽光発電が投資に見合うためには、屋根の向きや傾きが一定の条件を満たす必要があります。光熱費との相殺によってゆくゆくは採算が合うとはいうものの、太陽光発電設備の新規購入と設置の費用は高額です。そこで会社によってはリース方式を採用して屋上太陽光システムの資材購入、設置及び維持管理を会社持ちで行います。設置後に家主はソーラーパネルが作り出す電気を地域の電気料金よりも安い固定料金で買うことができます。他にも地域社会という枠組みでの試みがたくさんあり、太陽光活用の利益を地域全体で享受できるようにします。ヨーロッパには地域のエネルギー組合が7000以上あり、地元の組合員が共同で風力タービンやソーラーパネルに投資し、地域の電力網に電力を供給します。2005年にドイツの町ボルフハーゲンは800人の市民からなる協同組合を設立すると、全体で284万ドルを投資して地元のエネルギー会社の 25% を買収し、再生可能エネルギープログラムを拡大しました。現在では協同組合の風車と太陽光パネルが作り出す電力は町の需要を賄っても余るほどで、余剰電力は近隣の町々に売られ、利益は地域社会に再投資されています。太陽光発電の魅力は単なる節約を超えるものです。家が悪天候に強くなります。電力網の停電や電圧低下から保護されるからです。電力網の脱炭素化の立役者が太陽光なのは明らかでしょう。
大規模なウィンドファームやソーラーファームとの連携によって屋上ソーラーパネルは化石燃料への依存を減らし、よりクリーンで信頼性の高いエネルギーの未来を切り開きます。科学者、政治家、そしてあなたのような人々が地球の未来のために取り組むべきこと。edo.ted.com/earthschool で好奇心と希望を育ててください。